はい、どうもこんにちは、稲崎みくです。今回はですね、僕が YouTube をやって以来初ですね、iPad 歴10年になるんですけども、その僕がですね、普段使っているアプリ2025年版ということで紹介していきたいなというふうに思います。やってるようでやってなかったテーマなので、今回初公開ということで、いろいろね、アプリの操作解説とかをしている、僕が、どんなアプリを普段から使っているのかっていうのをね、気になっている方もね、いらっしゃるかなっていうふうに思いましたので、ぜひね、参考にしていただきたいなと思います。ビジネスシーンの活用から、イラストとかでね、フリーランスとして活躍したいっていう人までね、幅広い人に参考にしていただけるような内容に、なってるかと思いますので、そのアプリ知らなかったとかね、そのアプリ使ってみたいっていうふうに思った方はね、ぜひいいねボタンと押して応援の方よろしくお願いします。で、僕はね、何者なのかっていうとですね、iPad1 枚だけでね、フリーランスとして、主にイラストとか動画編集などのね、制作系のサービスを提供して、生計を立てている、側面もあり、iPad の使い方をね、解説して教えるという講座もやっております。YouTube で講座をやっているのではなくて、実際にね、リアルタイムで、オフラインでもオンラインでもね、iPad 講師として講座サービスを提供しています。なので、僕の生活のもう主軸はもうこの iPad1 枚でですね、もうクリエイティブなことから教えることまでも全部これ1枚でやっているわけなんですね。なので、もちろん絵を描く動画編集もやりますけども、普段仕事でね、文章を作成しないといけないとか、もしくはスケジュール管理とかね、あとはビジネスシーンで使うような書類作成など、そういったものも全部 iPad でね、こなしておりますので、そういったもう網羅的にね、iPad を使っている僕だからこそ、使っているアプリみたいなのがね、あるかもしれませんのでね、ぜひそちらも楽しみにしていただければと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、まず動画編集系のアプリになります。LumaFusion、そして Waylo、そして CapCut。この3つをよく使用しておりまして、どれか1つを集中して使うというかは、シチュエーションによってね、使い分けています。で、iPad ではね、まだ動画編集という分野においては、オールインワンみたいなアプリが、まだちょっと登場してないのかなっていうふうに思っているので、なのでこうやって使い分けざるを得ないというね、感じで、ちょっとシチュエーションに分けてね、使っているんですけども、LumaFusion では、主にカット作業とか、あとはカラーコレクション、色合いを調整するとか、あとは音声系の調整も LumaFusion でやりやすいなと思っているので、今言ったこの3つですね、カットして、色合い調整して、音声も調整する。この3つの作業はだいたい LumaFusion でやってます。で、そこから一旦書き出したものを Waylo の動画編集のアプリで作業を引き継いでですね、そのままテロップを入れる作業とかね、BGM 交換を入れる作業っていうのをそこでやっています。だいたい最近僕がアップしている YouTube っていうのはもう全部そういう工程です。で、最後に上げた CapCut。これはね、ほぼほぼ僕は自分の YouTube のチャンネルの動画の編集では使ってなくて、動画編集サービスとしてね、提供している時にお客さんから依頼が来た。その依頼内容で、これはちょっと CapCut の方が便利かなっていう、そういうお客さんの依頼でね、CapCut を使うこともあります。で、意外となんですけど、どのね、動画編集のアプリにも、クロマキー機能って言って、背景を透過するっていうね、機能が用意されてたりしますが、LumaFusion にも Waylo にも CapCut にも、その他の動画編集のアプリにも大体ついてるんですけども、背景を消す精度がですね、実はCapCutが一番高いんですよね。だいたいグリーンバックって言ってね、背景を緑にしたものとかの動画のね、ファイルのデータとかお客さんからいただいたときに、綺麗にね、この喋っている人物だけを切り抜きたいわけなんですけども、それをね、CapCutでやるとね、精度が高いっていうことに気づいたりしてですね、これはね、いろんな動画編集のアプリを同時に使っているからこそ気づいた点でもあるという感じですね。最近 LumaFusion でね、新しいね、クロマキー機能が使えるようになってね、別にグリーンバックとかじゃなくても、動いてる被写体だけを綺麗にね、切り取るみたいなという機能とかが追加されたりして、これも非常にね、精度が高いなというふうには思ってるんですけども、グリーンバックとかね、ブルーバックっていうその色がついている背景で背景を削除したいみたいな先の時は、意外とCapCutがおすすめなので、皆さんもチェックしてみてください。じゃあ続いてですね、アニメーションを作成する
アプリとして、アライトモーションというアプリを使っております。実はね、過去に僕の YouTube のチャンネルでも、アライトモーションのことをね、紹介させていただいたり、あとは中のちょっとした操作方法も2、3本動画をアップさせていただいたんですけども、やっぱね、動画編集に比べるとアニメーションの作成っていうのは、ちょっとマニアックな、トピックになるせいで、あまりね、視聴者が求めていなかったりするということで、そのアライトモーションのね、情報の発信もちょっと少なくなってしまってるんですけども、このアライトモーションというのは自分で一からアニメーションを作成できるというね、アプリで、パソコンのね、ソフトで置き換えるとアフターエフェクツ。ただし、かなり制限されているね、アプリではあるんですけども、とはいえ、自由性が高くてですね、他にこのアライトモーションに置き換わるようなとか似たようなアプリっていうのはなかなかなくて、なので、このアライトモーションっていうのはね、結構面白いです。なんか自分でね、一からコツコツアニメーションを作成するみたいなっていう作業が好きな方は、ぜひね、チャレンジしてみていただきたいんですけど、本来ね、例えばキャップカットってね、さっき取り上げた動画編集のアプリって、ほぼほぼもう完成されたアニメーションのエフェクトとかがテンプレートとしていくつも用意されていて、それをもう選択するだけでテキストが左から右にピュッて出てきたり、いろんなね、バラエティ豊かな動きをつけてテキストが表示されたりみたいなっていうね、動くわけなんですけども、テンプレートっていうのをもうゼロから、畑をゼロから耕すみたいなね、もう完成しているものを選ぶのではなくて、ああいうのをゼロから自分で作っていくみたいなっていうのがアライトモーションの主なね、作業になるんですけども、これでね、自分のね、オリジナルの場面転換用のトランジションとかね、そういうのもアライトモーションとかで作れたりするので、そういう作業に興味があるよっていう人はね、ぜひアライトモーションおすすめです。無料でも使えます。クレジットがね、入っちゃうんですけども、年額でも3000円ぐらいだったと思います。年3000円です。月じゃない。なので、全然、有料でも払う価値はね、あるかと思います。続いてですね、ブラウザなんですけども、僕はサファリを使っております。ブラウザは僕はあんまりこだわりはないので、10個も20個もいろんな他社製のブラウザを試してきて、サファリというわけではないんですけども、Chrome とかね、Firefox とか、最近だと iPad ではなくて iPhone の方とかでね、いろいろ Edge とか、Arc とかね、この生成 AI の機能をね、積み込んだようなブラウザーも増えてきているんですけども、なんだかんだサファリだよね、みたいなっていうのに落ち着いてる感じです。で、何がいいのかというと、タブってね、作ると思うんですけども、そのタブの管理が結構サファリって管理しやすいっていう点が僕は好きでですね、その自分がよく開くタブ、ウェブサイトのページっていうのをピン止めしておいたりして見失わないように、何ページも10個20個っていう風に複数のページがサファリ上にで開いたときに、もうタブがとにかくもう増えすぎて、前開いたあのサイトのタブどこだったっけなみたいなっていう風に探すのが大変だっていう風になってきたりね、することも多いと思うんですけども、そういうのをピン止めしておけば、基本的に一番左端に詰めて、そこにも固定されるみたいなね。って機能があったり、あとはそのタブ自体もグループ分けすることができるんですね。なので、素材を探す用のウェブサイトっていうグループとか、あとはビジネス用グループみたいな、プライベートグループみたいなっていう風に僕はね、タブのそのグループを分けて使っているので、めちゃくちゃね、整理されていてね、使いやすいんですよね。っていうのもあって、サファリを使っております。ぜひね、皆さんもこのピン止めっていうのと、タブグループを作るっていうのをね、サファリでぜひ試していただきたいんですね。はい。あとね、一つ難点を挙げるとすれば、これサファリだけに限ったことじゃないんですけども、このページを一番トップのところから、さらに下にね、スワイプしたときに、そのページが、リロードされてしまうアプリって結構あるんですけど、SNS とかもだいたいトップのページのところからさらに下にスワイプすると、そのページが一旦再読み込みになるっていう状態になるんですけど、機能やめてほしいですよね。文章を途中まで作成しているときに、誤ってリロードをしてしまって、途中まで書いていた文章が全部なくなってたりとか、一から書き込まないといけないとかね。なんかそういうのを防ぐためにね、ブラウザーのページに直接書き込むんじゃなくて、なんかメモ帳とかに下書きで先に書いておいてからコピペで投稿するみたいな風にすればいいんですけども、そもそもそのリロードが僕は個人的にいらないなと思ってるんですけど、皆さんリロードの機能っていりますかねっていう点がね、少し気になるところではあるんですけども、とはいえね、サファリ、結構使いやすいなと思っております。
では続いては、お絵かき系のアプリですね。はい。お絵かき系のアプリは僕のね、YouTube のチャンネルでもとても多く扱っているので、皆さんもご存知の方も多いと思うんですけども、Ibis Paint と Procreate ですね。なんといっても僕が iPad でクリエイティブなキャリアを開始したのは、Ibis Paint からで、その Ibis Paint を使って、こんな繊細な線が引けるんだとかね、こんなに綺麗に色が塗れるんだっていう風にね、感動して、そこからね、なんかどんどんクリエイティブな道をこう歩んでいく、きっかけになったんですけども、なので、Ibis Paint っていうのはね、僕の中ではすごい、馴染み深いね、ものになっております。でね、よく Procreate と Ibis Paint どっちの方がおすすめですかっていう風な質問されることが本当によくあるんですけども、これはね、もうどっちとも言えないですと、政治家の国会答弁みたいな答えになってしまうんですけど、そうなってしまうぐらいに、どっちにもどっちの良さがあって、唯一オールインワンに近いのは、僕は使ってないんですけども、やっぱクリップスタジオですよね。プロのね、漫画家さんたちも結構使ってる人がね、多いぐらいに、漫画家御用達の、クリップスタジオだったりするわけですけども、あのアプリだと、本当にオールインワンみたいなね、機能を取り揃えたりしているとは思うんですけども、僕はね、実はクリップスタジオを使う用事があるほどのまだイラストのクオリティが出せていないっていうね、そういう部分もあったりするので、もっと自分のね、絵のクオリティが上がって、自分の絵に自信が持てるようになって、ステップアップでクリップスタジオに行く、そういうね、可能性は大いにありますが、現段階、この2025年段階では僕はProcreateと Ibis Paint を使用しています。Ibis Paint は無料でも使えるっていうところが大きいですよね。まだ何もお絵かきアプリを iPad に入れてないっていうのであれば、僕は iPad をお勧めします。無料でね、お試し版みたいな感じでどれどれって書いてみるっていう体験ができるんで、それで、なんか自分には向いてないなって思うのであれば、別にね、無料だから何もコストはかかってないですし。で、その代わり、Procreateだと、買い切りのタイプでね、有料なので、やっぱり使わなかったらね、やっぱお金払った分だけ損しちゃうってことなので、なので、なんかお絵描きっていうのを体験してみたいっていうようであれば、僕は Ibis Paint を最初にお勧めします。であとね、Ibis Paint は日本人が作っているアプリなので、割と日本人が欲しい機能みたいなっていうのを結構敏感にアンテナを張って、機能改善したり新機能を追加したりっていうことを行ってくれるアプリでもあるので、どちらの方が親近感があるかっていうと、僕は自分がね、最初に触ったのが Ibis Paint だからっていうフィルターもかかってるからこそなんですけども、Ibis Paint の方が好きだし、信頼を持っているアプリかなって思います。悪口でも何でもないんですけども、Procreate ってね、そのお絵描きの機能としてはすごいね、斬新で、もう唯一無二みたいなね、操作方法があったりするわけですけども、意外とね、Procreate 内で使用できる新しい機能とかっていう風に打ち出してくるものが割と不発だったりするものが多いんですよね。フェイスペイント機能とかね。とはいえね、そのアニメーションに特化した Procreate Dreams とかっていうのもね、昨年は展開してですね、どんどんProcreate はProcreate の独自の道を突き進んでいるっていうのはあるんですけども、僕たち日本人にとって、どっちの方が、その機能欲しかったよねっていう風な、かゆいところにね、手が届くような機能をつけてくれているのかっていう風な観点でいくと、Ibis Paint かなっていう風に思います。現段階でそうっていうことでね、僕もゆくゆくは自分のレベルが上がればクリップスタジオにチャレンジしていきたいなっていう風には思っております。では続いて、メモ系のアプリですね。僕はですね、標準の黄色色のメモのアプリを使っています。で、あとは、なんでそれ使ってるのって言われたら、説明に困るんですけど、iDraft っていうね、赤色のアイコン、これですけども、を使っています。そしてあとはなんと言っても GoodNote ですね。はい。これはメモでもあり、ノート系のアプリというふうにね、くくることもできるんですけども、大体何かメモを書き残すみたいなってアプリはこの3つを使っています。標準のメモの何がいいのかっていうと、これはね、iPad から最初から入っているイコール、Apple が開発しているメモ帳なんですよね。なので、年々進化していってるんですよね。もう昔から iPad を使って、この標準メモを使っている人は、もうひしひしとね、
肌で感じてると思います。標準メモのこの進化の成長度合いみたいなのを親が見守るかのように、ぐんぐんと成長しているのが伝わってきてますよね。自分のね、メモに鍵をかけるパスコードを設定できるようになったりとか、iOS18 からなんて録音機能がね、ついたりなどもしてと、あとは書類をスキャンできたりっていう風にね、いろいろ進化してきてるっていうのもあって、なので、今後も、この標準のメモっていろいろ機能つけてくるんじゃないのっていうような期待ができるっていう意味で、標準メモっていうのはね、おすすめです。で、あと、iDraft っていうね、これはね、ドコモのアカウント、D アカウントと連携できるアプリなので、そのドコモ関連のデベロッパーのメモアプリなのかなって思うんですけど、僕全然ドコモユーザーでも何でもないんですけども、単純に自分がね、ブログとかを書くときに、だいたい何文字ぐらい書いたのかっていう文字数をカウントできるメモ帳のアプリが欲しいなっていうので、そのね、iDraft 以外にもたくさんあるんですよ。文字数をね、カウントできるようなアプリって。で、なんなら標準メモにも強制的にカウントする機能っていうのをつけることができてたんですよ。ショートカットっていうね、機能を組み合わせて。なんですけども、iDraft をね、試して使って、別に使いにくいっていうこともなく、フォルダを作成することもできて、あとは自分の書いた文章っていうのを構成するっていう機能ね、その誤字脱字みたいなのがないかみたいなっていうのをチェックする機能とか、これも今となってはもうチャット GPT とかにお願いしてしまえるようなね、時代になっちゃったので、そこまで目を輝かせるほどのすごい機能っていう風なわけではないんですけども、ただね、当初はそういう機能とかが結構魅力的で、使ってるっていう感じですね。そして、あとは GoodNote ですね。はい。GoodNote は主に、スケジュール管理ですね。僕は自分で作った2025年のスケジュール帳っていうのを PDF で GoodNote の方に読み込ませて、で、毎日のね、ToDo リスト、タスクみたいなっていうのを管理するようとして、GoodNote は主に使用してます。GoodNote、ノート系のアプリなんで、使い方はもう本当に人それぞれですよね。もうただのメモとして使う人もいれば、僕みたいにスケジュール管理をするとか、あとは思考整理をする、もしくは勉強の道具として使うみたいなね。今は結構学校でも全校生徒に iPad が配られてるみたいなね。そういう学校もあったりするみたいなので、そういうところとかだと結構GoodNoteでね、勉強をする10代の学生さんたちも多いのかなっていうふうに思いますね。では続いてですが、これ何系かでくくると、最近結構触るようになり始めたものとして、アフィニティ系のアプリがおすすめです。これね、1、2年以内ですかね、僕も使用するようになったのは。っていうのも、YouTube のね、サムネイルを作成する上で、自分でね、全部一から動画の編集もサムネイル作成も自分自身でやっていたんですけど、最初はね、もちろんそんなデザイナーとしてのこの下地があるわけでも何でもない素人がね、YouTube のサムネイルを作らないといけないってなった時に、最初はキーノートとかプレゼン資料を作成するようなアプリとかで作ってて、で、今はもうね、アプリの名前がもう変わっちゃったんですけど、ベクターネーターっていうね、ベクター系のデザインができるアプリっていうのが無料で使えていたんで、それに移行して、で、それで、そこでは表現できないようなことみたいなっていうのが、さらにそのアフィニティデザイナーっていうね、アプリで表現の幅がぐっとまた広がっていってような感じで、僕としては結構ね、ホップ、ステップ、ジャンプみたいな感じで、いよいよこのアフィニティデザイナーが触れるぐらいにまで自分のそのデザイン力みたいなレベルがね、上がったんだなっていうふうに実感しているわけですけども、なので、いきなり僕みたいにデザイン超ど素人の人間がアフィニティデザイナーを触り始めるっていうのは、あんまりおすすめはしないです。アプリとしてね、機能の数が多いっていうのはすごい魅力的なんですけども、何にも触ったことがない人からすると、どこから触っていいかわからない状態になるっていうね。で、その結果、挫折するみたいなっていう、慣れるまでのこのハードルっていうのがね、やっぱ高いんですよね。さっきのイラスト系の話でも通じることなんですけども、クリップスタジオってね、オールインワンみたいなね、追いかけ系のアプリがあるんですけども、これもめちゃくちゃ機能の数、押せそうなボタンの数がたくさん用意されているからこそ、初心者にとってはどこから
触っていいかわからないみたいなね、ことになりがちなので、だからこそ、最初はこのアプリから始めようみたいなっていうのでね、僕はYouTube のサムネイルとかを作るのは最初キーノートっていうね、iPad の標準のアプリ。後ほどまたこれは紹介しますけども、キーノートを使ってました。そして僕は Affinity Designer 使ってました。そして、今、Affinity Designer 2っていうね、バージョン2のものもリリースされていて、僕もその2をね、使って、YouTube のサムネイル作成など主にね、やってます。そしてそれとセットでね、Affinity Photo っていうのもね、用意されてますと。で、僕は基本的に別にカメラが趣味とか何でもないので、自分が撮った写真を Affinity Photo でこう綺麗に加工するみたいなっていうことは、ほぼほぼ作業としてはしないんで、サムネイルを作るときに自分の人物写真の背景を切り抜くためにこう使うみたいなっていうことでしかね、ほとんど使ってないんですけども、とはいえ、この背景を削除する機能とかがこう非常に優秀だったりっていうね、そういう使いやすさもね、あったりするので、この Affinity Designer と Affinity Photo っていうのをね、触っております。で、最近のニュース、話題として、これ Affinity の公式ホームページを見ると多分記事が載ってると思うんですけども、アフィニティ系のブランドがですね、Canva っていうね、同じデザインができるアプリにもう買収されて、今ね、Canva の会社の傘下にアフィニティのグループがこう入っていてですね、だから何なんだっていう話なんですけども、学校で配布されている iPad、今後 iPad がいろんなね、学校に配布される際に、この Canvaのアカウントを使えば、アフィニティ系のアフィニティフォトとかね、アフィニティデザイナーが無料で使えますよっていう風にしていく、プランみたいなのが実はあるみたいでですね。なので学生さんは今のこのアフィニティ系のものが、キャンバのアカウント使えばタダで触れるみたいなね、ことになっていくのかなっていう、ちょっとアフィニティの公式ページのところをね、ぜひ確認していただければ情報が載ってますので、はい。って感じで10代にとってはデザインアプリといえばもうアフィニティ系みたいなっていう風に、定着していくような、可能性もね、あったりするので、僕もね、これからもこのアフィニティ系をどんどん触っていこうかなっていう風に思っております。そして、次はですね、メールを管理するアプリですね。僕はね、Spark っていうのを使用しております。メールはね、ほぼほぼ Gmail しか僕も使ってないですし、皆さんももうね、フリーメール使ってる人がほとんどかなって思います。あとは自分のスマートフォンに入っている iCloud のメールですね。なので、通常のね、標準のメールアプリとか、あとは Gmail のアプリとか使ってる人も多いと思うんですけども、僕、3つぐらい実はアカウントがあって、Gmail だけのね、メールアドレスで、さらにその iCloud のメールもあってっていう4つとか5つとかね、やっぱメールアドレスを気づいたら持ってしまっているみたいなっていう人もね、たくさんいると思うんですけども、そんな方にこそですね、この Spark っていうのはめちゃくちゃ優秀で、もう複数のメールアドレスっていうのをこの Spark に全部集約させようぜっていう風なアプリなんですよ。もう Gmail とかもわざわざアカウントを切り替えるみたいなっていう風にしなくても、アカウントを切り替える必要なしです。もう全部の方向に届いてきたメールを1個のこの Spark に全部集結させますと。受信ボックス見たらもう全部集まってますと。あらゆる入り口からこう入ってきたメールがね、届いていると。っていうことで、このメールアドレスが複数ある人にとってはめちゃくちゃ便利な機能で、しかも、Gmail とかで作成したね、そのグループみたいなのもちゃんと Spark に反映されます。でただし、一点気をつけないといけないのは、自分がメールを作成するときですね。作成するときに、どのメールアドレスのアカウントで作成しているのかっていうのは、ちゃんと確認してから送信ボタンを押してください。5つとか6つとか複数の受信するための入り口はあるんだけども、送信するときはもちろんこの複数個のうちのどれかのメールアドレスで送信するわけなので、でそれをね、ちゃんと送信するときの自分のアドレスが正しいかどうかですね。これだけちょっと注意点が必要なんですけども、それを差し引いててもめちゃくちゃ便利です。何が便利かとかってもう自分でも気にしないぐらい日常生活に溶け込みすぎていて、呼吸をするかのような感じでスパークをね、使っております。なので、ビジネスシーンでね、使う iPad を使っている人たちにとっても、もうめちゃくちゃ便利なね、アプリかなと思ってますので、ぜひ使ってみてください。では続いてですね、先ほどにちらっとね、アプリ名前出ましたけども、iWork 系
のアプリ。iPad を買った時から標準として入っているキーノート、ナンバーズ、そしてページっていうね、3つ。名前は聞き慣れない人も多いと思いますが、これはね、マイクロソフト系のアプリでいう Excel、Word、PowerPoint みたいなね、アプリで、表計算とかをね、したい場合とかはナンバーズとか、あとは文章を作成する場合は Pages で、プレゼン資料とかマニュアルを作成する場合は Keynote っていうのね、が使えるわけなんですけども、僕は Pages はね、ほぼほぼ出番はないんですけども、Keynote とナンバーズっていうのをね、よく使っております。で、先ほどちらっと言ってたね、YouTube のサムネイルを作成する最初のホップ、ステップ、ジャンプのホップのね、最初の入り口としてキーノートをね、使用しておりましたので、もうめちゃくちゃキーノート、使ってました。僕の YouTube のチャンネルでもね、キーノートの、解説動画、結構初期の頃に上げてる動画でね、キーノートが頻繁に登場してきているんですけども、それぐらいキーノートをね、使い倒していましたので、マニュアル作成、プレゼン資料作成、アニメーション作成、そして YouTube サムネイル作成まで、何から何までキーノートでやってたみたいなね、そんな時期もありました。それぐらい馴染み深い、アプリですので、しかもね、iPad 買って標準に入ってるアプリなので、全部無料で使える機能にもなってます。なので非常におすすめのアプリですし、あとナンバーズは、Excel と比べると、できることっていうのはもちろん限られているし、僕もそんな Excel のプロでもね、ないので、どこまでのことができるのかみたいな詳しい話とかになると、よくわかっていないんですけども、聞くところによると、そんなね、Excel にも引けを劣らずのような機能なのかというふうに言われると、そんなに対して日常的にこのナンバーズっていうアプリを使ってますよっていうのを聞くことがないんで、なので、Excel ほどではないんでしょうけども、ただ僕は iPad でフリーランスとしてね、個人事業主として iPad を使っていく分においては、ナンバーズで自分の事業計画ですよね。表計算を自分で作って、で、1月売上、2月の売上みたいなとかっていう風に、数字を管理するというね、使い方を個人でやる分には、もうこれで十分かなっていう風に思っているぐらいに、別にナンバーズでも全然ね、使えるなっていう風に思っています。はい。そして、次はですね、思考整理系のアプリと言ったらいいんですかね。ノートのね、アプリ、ノーションですね。これは、1、2年前ぐらい、もっと前か、2、3年前ぐらいにね、登場して、すごい話題になったアプリですよね。もうこれ1個で何でもできるよねって言われているぐらいに、本当に優秀です。フレキシブルで、どんな使い方にも変化させていくことができるっていうね。僕もね、そこまでノーションでいろんな使い方ができるほど、機能を熟知しているわけではないんですけども、自分のね、思考を整理するものとしてね、使っております、ノーションね。ノーションで組み立てたものを、一つのホームページみたいな感覚で、誰かと共有したりすることもできたりして、非常に使い方のイメージの幅がどんどん広がっていく、そんな期待感のあるアプリですね。ノーション。はい。ということで、思考整理であったりとか、あとは YouTube でね、僕がこれまで自分でアップした動画の、アーカイブとして URL をね、全部 Notion で管理したりとか、そういうのとかも行ったりってことで、自分だけが確認する自分だけのホームページみたいなっていうのをね、持つことができるのがこの Notion かなって思いますし、それ以外の目的とかでもね、全然いろんな方向に化けていくアプリでもあるので、ぜひお勧めしたいアプリの一つです。そして最後は何と言っても YouTube。そして YouTube スタジオですね。もうこれはもうおまけみたいなものだと思って聞いてくださいと。どうしてもね、歴10年の僕が使っているアプリ初公開っていうことなので、本当に使ってるので、正直にね、話さないといけないというか。ということで iPad に入れてますと。もちろん、YouTube のチャンネルを持っているからには YouTube のアプリと、そして YouTube スタジオもね、入れておりますということですね。はい。僕はね、どっちかというとね、SNS 系のアプリ、入れてなくて、SNS 自体もあんまりビジネス目的で活用することがね、なかったりするので、やっぱクリエイター気質な人間として、この SNS に集中力がそがれるっていうことほどストレスなことはないわけですね。なので、SNS 集客っていうね、フリーランスで食っていくためにはめちゃくちゃ重要な営業のね、路線ってあるんですけども、僕は
どっちかというと結構苦手で、あんまり SNS の通知音に気を取られたくない。むしろこう SNS を敬遠していくみたいなっていう風に。一応ね、アカウントはもちろん持ってますけども、持ってるし、YouTube のね、ここに毎回 SNS これですみたいなっていう風にね、出してるんですけども、あんまりこう更新頻度は高くないですし、通知音すらもこう鳴らさないようにしてるんで、頻繁にこうチェックするみたいなこともしてません。ですが、どちらかというと、なので YouTube スタジオの方が SNS 的な感覚でしょっちゅう開いてね、見てしまうぐらいに、やはりね、この YouTube をやってるからには、この YouTube と YouTube スタジオが重要なアプリかなと、僕の中でね、思っておりますと。ということでね、もうすでにね、そのアプリ持ってるよっていう人もいるとはね、思うんですけども、逆にね、知らなかったアプリとかあればですね、ぜひ取って、触って試していただければな、というふうに思っておりますし、僕みたいにね、iPad 1枚でなんかこう、クリエイティブな仕事をしていきたいとか、ビジネスシーンで活躍させたいっていうふうにね、思っている方は、この今回のね、動画を参考にね、活用していただければと思います。ということで、今回は、レギュラーメンバーみたいなね、感じのアプリを紹介しましたが、まだまだね、レギュラーには漏れたけども、紹介したいアプリとかもね、実際あったりするのでね、それもまた別の機会、改めて、皆さんにお届けできたらなと思っております。ということで、今回の動画に対しての感想等があればコメント欄の方に書き込んでください。あと、いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。